まずは準備です。マカロン生地用に丸型の口金で絞り袋を作ります。クリーム用に星型の口金で絞り袋を作ります。天板にクッキングシートを敷きます。クッキングシートと同じサイズの紙を用意します。直径3センチの円を描きます。ペットボトルの蓋が直径3センチなので便利です。次はマカロン生地作りです。材料はこちらです。粉類を振るう間、卵白 33g を冷凍庫に入れておきます。袋にアーモンドプードル 37g を入れます。ココアパウダー 3g を加えます。粉糖 40g を加えます。よく振り混ぜます。2回ふるっておきます。60度程度のお湯を用意します。冷凍庫に入れていた卵白 33g はこんな感じです。卵白 33g のコシを切ります。卵白 33g にグラニュー糖 30g を加えます。湯煎しながら混ぜて50度まで温めます。レモン汁を数滴加えます。中高速で泡立てます。ゴムベラで壁面の卵白を混ぜ入れます。再び中高速で泡立てます。低速で混ぜ泡を均一化します。泡立て後の温度はここまで下がります。スイスメレンゲの硬さはこれぐらいです。先ほどの粉類の約3分の1量を加えます。そこからすくうように優しく混ぜます。再び先ほどの粉類の約3分の1量を加えます。再びそこからすくうように優しく混ぜます。また先ほどの粉類の約3分の1量を加えます。またそこからすくうように優しく混ぜます。マカロナージュ前はリボン状に落ちないです。生地をボウルに押し当てマカロナージュします。
ージュ後はツヤが出てリボン状に落ちます。オーブンを150度に予熱します。生地を絞り袋に入れます。クッキングシートの上に円状に絞り出します。トントンしてマカロンの表面を平らにします。絞り跡や気泡を爪楊枝で潰します。余った生地は口金側をラップと輪ゴムで固定します。絞り袋は空気が入らないようにして口を縛ります。涼しい場所に置いておいて後で焼いてください。紙を抜き取ります。150度に予熱したオーブンで4分間焼きます。1、2秒間オーブンを開けます。150度で9分間焼きます。すぐにひっくり返してシートを剥がします。ひっくり返したまま粗熱を取ります。ピエもできています。裏面はこんな感じです。次はミルクチョコガナッシュ作りです。材料はこちらです。ミルクチョコ 50g を細かく砕きます。5、60度のお湯で湯煎して溶かします。生クリーム 50ml にラップをします。500ワットの電子レンジで20秒間温めます。湯煎中のチョコに少しずつ加え混ぜます。氷水で冷やし適度な硬さにします。絞り袋に入れます。次に組み立てです。マカロン8枚にクリームを絞ります。残りの8枚で挟めば完成です。断面はこんな感じです。最後に美味しい食べ方です。トレーなどに入れラップをします。冷蔵庫で30分ほど冷やしてクリームを固めます。固まったら1個ずつラップで包みます。タッパーや袋で密閉します。冷蔵庫で一晩から2日間寝かせます。食べるときは室温に戻すとより美味しいです。手作りなので冷蔵3日以内で食べてください。皆さんこんにちは、パンダパパです。パンダママです。レシピ動画いかがだったでしょうか。ついに乾燥なしマカロンが完成しました。拍手。ずっとですね研究といいますか試作は続けていたのですが、はい、とうとう完成したって感じですね。そうですね、やっと完成しましたね。はい、はい、
このレシピにおきましてはもう我が家でもう何回も再現性は取れておりますし、はい。で友人のね家でも、違うオーブンでも再現性は取れている。そうですね。はい。であと我々の実家はい。実家はい。のオーブンでも再現性は取れているというところで、はい。もう自信を持って動画にしていいかなというところで今回動画にしております。はい。動画にしております。で今回はね定番のチョコマカロンで作ったっていう感じですね。そうですね。はい。で今回の動画から乾燥工程以外にもいろいろと変更を行っております。はい。変更の目的は皆様がよく悩まれている空洞化対策です。はい。そうですね。はい。まず1点目の変更点として今までフレンチメレンゲだったのをスイスメレンゲ、湯煎して作るメレンゲですね。はい。スイスメレンゲに変更しております。はい。フレンチメレンゲは簡単に作れるんですが、その後のマカロナージュの工程っていうのが最適マカロナージュの領域が狭い。そうですね。空洞化というのはマカロナージュをやらなすぎても起こりますし、やりすぎても起こる。はい。で、最適なマカロナージュの領域っていうのが本当に少ないなという印象で、はい。なので皆さんそこの工程がちょっとやりすぎたりやらなすぎたりで空洞化が起こりやすいのかなと。そうですね。でそれに比べてスイスメレンゲっていうのは、その領域、最適なマカロナージュの領域がまだ広いかなと。そんな印象ですね。はい。はい。なので、こちらの方が皆様も空洞化が起こらず作れるのではないかなというところで、今回はスイスメレンゲに変更しております。はい。で2点目の変更点としてはマカロナージュの工程をよりゆっくり行っております。はい。ゆっくり行った方が、空洞化が起こりづらい印象ですね。そうですね。はい。で動画としてかなり長く感じられると思うんですけども、はい。ゆっくり行っている以外にも今回はスイスメレンゲで行っているので、スイスメレンゲの方が泡がしっかりしているのでフレンチメレンゲに比べるとマカロナージュの工程っていうのは同じスピードでやっても多分長くなる。そうですね。でなおかつ今回ゆっくり、今回からゆっくり行っているんで、はい。非常に長くなっているんですけども、そうですね。はい。全てノーカットで収録しておりますので、はい。見ていただければなと思います。はい。はい。でですね、実はですね、今回マカロナージュ長く感じられると思うって今話したんですが、はい。今回はココアパウダーを入れているので、実際これは少ない方です。そうですね。はい。ココアパウダーを入れるとマカロナージュ、泡を潰す工程っていうのがより潰されやすくなるので、これココアパウダーを入れていないと本当はもっと長いんですね。そうですね。はい。もっと長いです。で近々この製法で作った違う味のマカロンのレシピ動画も出しますので、はい。ココアパウダーを入れていないマカロンを作りたいという方はぜひその動画を見てから作っていただいた方がいいかなと。はい、そうですね。マカロナージュの工程はやっぱりだいぶ変わってくると思うので、はい。ぜひそちらの動画を参考にしてください。はい。で3点目の変更点としては焼き上がり後すぐにひっくり返してシートを剥がすようにしております。はい。今回からまた少しだけ焼き時間を長くしたので、焼き上がり後すぐにでも綺麗にシートから剥がせると思います。はい。でシートを剥がしている理由なんですが、これはあくまで持論になるんですけども、空洞化が起こっているマカロンっていうのは焼き上がり後縮んでいるものもあるなという印象ですね。そうですね。なのでひっくり返してシートを剥がすことによってマカロンの中の温かい空気が早く入れ替わる、結果縮むのが防止されるのではないかなというところで今回ひっくり返してシートを剥がしております。はい。スポンジケーキとかも焼き上がり後数センチから落として衝撃を与えてスポンジの中の温かい空気を入れ替えることによって焼き縮み防止してますよっていうのがあると思うんですけど、それと同じ原理で、空気っていうのは冷めていくと体積が小さくなっていくので、でマカロンの中でもそれが起こっているのではないのかなという印象を抱いたので、こういう風にしております。はい。
我々がね、目指しているマカロンっていうのは、食感が表面サクッとしていて、中がしっとり、柔らかいマカロンを目指しているので、はい。これをね、結構焼いたりすると、中のマカロンの食感っていうのがはい。硬くなって、そういう縮むのっていうのもだいぶ減ってくるとは思うんですけど、そうですね。クッキーみたいなね食感になっちゃうなというので、やっぱりマカロンっていうのは表面がサクッとしていて中がしっとりしている食感っていうのが一番の特徴かなって思うんそうで、ですね。それが一番美味しいうん。かなと我々は思うのそうで、ですね。こういう風にしております。はい。はい。今回ちょっとね、ほんのちょっとだけ焼き時間伸ばしてるんですけど、それに関しては食感っていうのは全然大丈夫なんで、はい。今回の焼き時間でもサクしっとりの食感っていうのは保ててるので、ぜひこの方法で作っていただきたいと思います。はい。で、今回乾燥なしマカロンを作った理由としては、一つは時短が目的ですね。はい。より簡単にマカロンを作れるようになれば、皆さんにとってもマカロン作りが身近になるかなと思い、はい。今回乾燥なしマカロンを作っております。はい。で、あとはね、今までの冷蔵庫乾燥マカロンだと、もう冷蔵庫がいっぱいで天板入れれないんですよっていそううですね。コメントも結構あったので、できるだけね、多くの人に、我々のマカロンのレシピをね、作ってほしいなっていうところで、今回は乾燥なし、冷蔵庫に入れなくても OK なマカロンっていうのを作ってみました。はい。はい。でですね、このレシピっていうのは、皆さん、今レシピ動画見ていただいたと思うので、わかると思うんですけど、オーブンを途中で開けてるんですね。はい。で、この工程っていうのが、ちょっと慣れるまでは難しいかもしれないですね。そうですね。ちょっと開けすぎると、やっぱり失敗しちゃいますし、はい。で、開けるタイミングっていうのも絶対動画通りのタイミングで開けてほしいんですけど、はい。ちょっとその辺で、初めは何回かちょっと失敗してしまうかもしれないんですけど、ぜひこっちの方が時短になるので、何回か練習して作っていただければなと思います。はい。でもね、どうしても作れないっていう方がいらっしゃったら、このレシピ、スイスメレンゲのレシピで作ったマカロン生地を、今まで通り冷蔵庫乾燥していただいて、で今まで通りの焼き条件なのでオーブンを開けない焼き条件で焼いていただいても綺麗にマカロンは焼けると思います。はい。先ほども話しましたが、スイスメレンゲの方が空洞化は起こりづらい印象なので、冷蔵庫乾燥を行う方もぜひこちらのレシピで行っていただければなと思います。思います。はい。では長くなってしまいましたが、今日はこの辺でまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。パンダワンタンは YouTube 内でマカロンレシピ動画を公開しております。わかりやすいをコンセプトに時間をかけて動画を作っております。お時間ある時にでも一度見ていただけましたら幸いです。また、クックパッドや Twitter など他の SNS もやっております。詳細は概要欄に載せておりますので、そちらもフォローいただけますと嬉しいです。よろしくお願いいたします。